こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今回の話題は町と田舎です。町と田舎。今日は町と田舎のいいところと不便なところを話します。皆さんは町と田舎どっちが好きですか？町と田舎どっちに住みたいですか？私は田舎が好きなので田舎に住みたいです。私は長い間町で暮らしていましたが、数年前に町から田舎へ引っ越しました。現在私は田舎で楽しく生活しています。でも田舎よりも町に住む方が生活しやすいですよね。町はお店がたくさんあるので買い物に便利です。町に住んでいれば欲しいものがすぐ手に入ります。他には町はバスや電車の本数が多いので便利です。町ではバスや電車が1時間に何本も走っているので便利です。ちなみに私は田舎出身です。私が生まれ育ったところでは電車は1時間に2、3本しか走っていません。朝と夜はもうちょっと多いですけどね。でも東京に行った時に1時間に何本も電車が走っていることにびっくりしました。東京や名古屋など大きい町では車がなくても生活できる場合があります。実際に私の友達の何人かは町に住んでいて車を持っていません。その代わり彼女たちは自転車や歩いて移動します。それはとても健康にいいですよね。そして街には映画館、カラオケ、美術館、博物館、ゲームセンター、ジム、習い事ができる場所があります。習い事は学校以外で勉強やスポーツや楽器を学ぶことです。楽器はピアノやギターのように音を出す道具のことです。例えばピアノ教室ではピアノの弾き方を習います。例文。夏美さんはピアノ教室でピアノを習っています。夏美さんの習い事はピアノです。話を戻します。街には趣味を楽しんだり遊びに行く場所がたくさんあります。ですから街に住めば退屈しないですね。退屈はつまらない、面白くないという意味です。街にはたくさん人が集まり、たくさんのお店や会社があります。ということは、街にはいろいろな仕事があります。街に住めば
自分のやりたい仕事ができるかもしれません。でも町で生活するとお金がかかります。何よりも家賃が高いです。家賃は家を借りている間、家を貸してくれる人に払うお金です。例文、このマンションの家賃は毎月10万円です。もし町で家を買う場合でもかなりのお金が必要です。そして場所によりますが、駐車場を借りるなら月に1万円以上はします。東京のような都会では駐車場代はもっと高いです。町で生活するとお金がかかります。ですからたくさん働かなくてはいけません。これらは町に住んでいて不便なことだと思います。一方で田舎に住むといいことは何でしょうか？不便なことは何でしょうか？田舎といってもどれくらい田舎であるかにもよりますが、田舎はお店の数が少ないです。町のお店と比べると品揃えがよくありません。田舎にあるお店は品揃えがよくありません。品揃えはお店が売っている商品の種類のことです。例えば A というお店があります。A では5種類の歯ブラシを売っています。B というお店があります。B では2種類の歯ブラシを売っています。この場合、A の方が歯ブラシの品揃えがいいです。B は歯ブラシの品揃えが悪いです。品揃えには他にも意味があります。品揃えはお店が売っている商品の数のことです。例えば A というお店があります。A では食品を売っています。食品は食べ物のことです。そして B というお店があります。B では食品と日用品を売っています。この場合、B の方が品揃えがいいです。日用品は生活するのに必要なもののことです。例えばタオル、歯ブラシ、シャンプー、石鹸などです。服と食べ物は日用品ではありません。話を戻します。田舎のお店は品揃えがあまりよくありません。人口が多い大きい町では売っている商品が田舎では売っていないということもよくあります。町にはどこにでもあるお店が田舎にはないということもあります。これを不便だと思う人もいます。でも田舎にいてもネットで買い物ができます。だから私はあまり不便だとは思いませんけどね。そして田舎は町よりも病院が少ないです。これを不便に思う人もいます。ちなみに私の住んでいる地域では病院の数がとても少ないです。
もし詳しく診察してほしければ、町の病院に行った方がいいです。診察する。診察するは、医者が患者の病気や怪我を調べることです。患者は病院で病気や怪我を治してほしい人のことです。田舎は町と比べると病院の数が少ないです。あとは田舎は電車やバスの本数が少ないですね。なので車が必要です。田舎であればあるほど車は一人一台持っていないと不便です。車を持つとお金がかかります。例えばガソリン代、税金、車を直すお金など、車を何台も持つほどそういったお金がかかります。それは困りますね。田舎に住むと不便なことだと思います。でも田舎に住むといいこともあります。田舎では広い家を安く借りることができます。家賃は生活費の中で一番高いので、できれば安い方がいいですよね。生活費は生活するために必要なお金のことです。この言葉はよく使います。覚えておいた方がいいです。生活費。家賃は生活費の中で一番高いので、できれば安い方がいいですよね。田舎では安く家を借りることができます。田舎は買い物する場所、飲食店、習い事ができる場所、遊びに行く場所が少ないです。これを不便だし退屈だと思う人もいると思います。でも私はお金の無駄遣いを減らすことができるのでいいことだと思います。無駄遣いはお金、時間、物、資源などを役に立たないことに使うという意味です。無駄遣い、これも日常会話でよく使います。田舎にはお店があまりありません。田舎に住むとお金の無駄遣いを減らすことができると思います。私はそれがいいことだと思っています。私が町に住んでいた時はよく外食をしていました。私は食事を作るのが面倒な時に外食をしていました。面倒は何かをするのが大変という意味です。または何かをするときにやりたくないなと思うことです。でも今私が住んでいる地域は飲食店がほとんどありません。ですから私は毎日自炊をします。自炊の方がお金がかからないし健康にいいです。あとは私が町に住んでいた時、仕事の帰りに用事もないのにコンビニやデパートで買い物をすることがありました。私が町に住んでいた時、仕事の帰りにコンビニやデパートで買い物をすることがありました。でも私が買ったものは必要がないものばかりでした。今、私の住んでいる地域にはお金を使う場所がほとんどありません。ですから私は
お金を無駄に使うことがなくなりました。ですから私はお金の無駄遣いが減りました。そして好きな時に買い物ができないことになれると、生活するのに必要なものはそんなにないことが分かりました。お店があるとついこれが欲しいなと買ってしまいます。でもお店がなければ今自分が持っているものを大事にすると思います。私は田舎に住んでから物を大事にするようになりました。私にとっては田舎に住むとそんないいことがありました。最後に私が思う田舎に住むと一番いいことは自然の中でのんびり暮らせることです。自然がたくさんあることを自然が豊かと言います。自然が豊か、または豊かな自然、豊かな自然と言います。この言葉は時々日常会話で使います。私の場合は自然が豊かな場所に住む方が心が穏やかでいられます。私は自然がたくさんある場所に住む方がストレスを感じません。街はどこにいても人が多いです。車や電車がたくさん走っています。家や建物もたくさんあります。なので空気が汚いし、外は朝から晩まで静かではありません。街にいる人は忙しそうに見えます。そういう環境は私にとって快適ではありません。快適なは体や心が気持ちが良いというニュアンスです。快適なは体が辛かったり心が嫌だと感じることがないというニュアンスです。私は街に住むことがあまり好きではありません。長い間町に住んでいましたが、ずっと田舎に住みたいと思っていました。でも数年前に理由があって、やっと田舎に引っ越すことができました。その理由は話すと長くなるので今日は話しません。現在私は山がたくさん見える田舎に住んでいます。ここは春、夏、秋、冬、どの季節も景色がきれいです。私はそれを毎日見ていると心が落ち着きます。私が住んでいる場所は人口が少なく、いつも静かで空気もきれいです。夜になると空は真っ暗で、星や月がとてもきれいに見えます。真っ暗は何も見えないほど暗いという意味です。真っ暗はよく使う言葉です。田舎は時間がゆっくり流れるように感じます。だから私は田舎が好きです。私のように日本では町から田舎に引っ越す人が増えています。日本には町での生活に疲れてしまったので、田舎でのんびり生活したいという人が多いです。あとは自然が豊かな場所で子供を育てたいという人も多いです。田舎に住むと生活費がかからないので、たくさん働く必要がありません。
それがいいと思って田舎に住む人もいます。ということで、町も田舎もそれぞれいいところと不便なところがあります。町に住む方がいいという人もいれば、田舎に住む方がいいという人もいます。どちらにしても自分が住みたい場所に住めるのが一番いいですよね。今日の話はここまでにします。次は言葉の説明をします。町と都会の違いについて。日本人でも正しく違いがわからない人が多いと思います。私もそうですね。辞書で調べれば正しい意味がわかります。でも日本人は辞書で町と都会の意味を調べることはあんまりありません。でももちろん日本人はニュアンスの違いは分かっています。町は家や店や会社がたくさんあって人も多く集まる場所です。町は人口が多いです。町はとても賑やかです。都会も町と同じです。でも都会は町よりももっともっと人口が多いです。都会は高いビルがたくさんありますね。ここでの高いという意味は高さがあるという意味です。この言葉は覚えなくてもいいですが、何十階建ての高いビルのことを高層ビルと言います。高層ビル。都会は高層ビルがたくさんありますね。そして都会では音楽のライブや演劇やイベントなどがたくさん行われています。日本で都会といえば東京、横浜、福岡、大阪、札幌、名古屋ですかね。でも東京、横浜、福岡、大阪、札幌、名古屋の中でも車がないと生活に不便な場所もあります。次は快適なという言葉について話します。快適なは形容詞です。否定形は快適ではない、または快適じゃないです。私は先ほど快適なの意味を話しました。快適なは体や心が気持ちがいいというニュアンスです。快適なは体が辛かったり心が嫌だと感じることがないというニュアンスです。このように話しました。でももう少し詳しく話します。快適なは場所や環境や物やサービスに対して使うことが多いです。人に対して使うことはないですね。快適なは環境や場所や物やサービスが自分にとって心地が良い、気持ちがいいという意味です。例えば、新しい職場はどう？休みは自由に取れるし、職場の人も親切だし、快適かな？新しい職場はどう？これは新しい仕事はどうですか？という意味です。職場は仕事をする場所や会社のことです。この例文では、新しい職場はこの人にとって嫌ではない、ストレスがないというニュアンスです。
この人の働く職場では休みを自由に取れます。そして一緒に働く人が親切です。ですからこの人にとって新しい職場は快適です。他の例文。今日は昨日より涼しくて快適だね。これは昨日は暑くて体が疲れたり辛かった。でも今日は涼しいので体が辛くない。気持ちが良いというニュアンスです。ということで今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。